行ってくるね。本当ですね。ツバメも低く飛んでますし、もしかしたら一雨来るかもですね。すみません、お兄様。ちょっとびっくりしちゃったみたいで。ごめんなさい。悪いけど手加減なんて知らないの。どうしようかな。頑張って。俺の出番か。押しつぶせ。我が名はカユ。痛い。どけ。この俺の前を塞ぐか。しょうがないわね。その程度で俺の前に立つな。退散退散どうしましょう。邪魔しないでくだ。どうしようかな。頑張って。面白いやつだ。俺の出番か。隙がある。一気に行くぞ。どうしましょう。攻めます。どうしましょう。攻めます。なぜ戦うのでしょうか。意味もない。わーい。見つけた。銀河発見。銀河、昼間から部屋で何してる。引きこもりになったか。引きこもれっていう命令か。なんだそれ、意味わからんな。勉強？何を勉強してる？ほう？孫子？はあ、ちょっと見せてみろ。ってうわ字ばっかしだ。こんなの読んで何の役に立つ。何言ってんだ。引きこもって字ばっか読んでて強くなれるなら誰も苦労しない。曹操はバカか。曹操が言ってたって銀河あんまし自信ないのか。いらねえ。巨女はもともと千人力だからな。それに今は天意と特訓しているからもっともっと強くなるし。
って今もしかしてキョチョバカにされた？もういっか。キョチョは兵法いらない。テイントの特訓で強くなる。銀河も引きこもりなんてやめて特訓に来い。いつまでもそんななよねで弱っちいままじゃダメだぞ。もうへりくつ言うな。転移は銀河とそうじゃない。キョチョが忘れてたのはそれじゃない。銀河、今すぐキョチョと一緒に来い。つべこべ言うな。にゃーしゃべるな。舌を噛んだら痛いぞ。もう銀河の無駄話のせいで時間がかかった。駆け足で戻らなきゃだな。それじゃ行くぞ。しおりゃもうゴチのやつどこへ行ってしまったのだ。もうすぐ食事の用意ができるというのに。この足音は。ただいおかえりってそうじゃないだろ。こらゴチ、一体どこに行ってた？銀河のとこ。銀河殿の？一体なぜ？連れてくるため。おい、お前が肩に担いでいるのはもしかして？銀河。銀河殿。銀河殿、本当に申し訳ありません。まったく銀河はだらしないな。これくらいのことで死ぬとかどうとかほんとダメだな。山ん中。特訓してたから。実はゴチの奇術で連兵場の地面がボコボコになってしまい、他の者の訓練の妨げになってしまったため、連兵場で訓練を続けるわけにはいかなくなってしまいまして。あそこの地面はだらしない。あれじゃ特訓にならない。まったく。なあ店員、ご飯できたか？まあうるさいな。せっかくケチョのうまいもん食わせてやろうと思って連れてきてやったのに。
巨樹で用意した。でも特別に銀河にも食べさせてやる。喜べ。そうだ、引きこもって勉強してるより外でご飯食べる方がずっといいだろ。もうこちったらそのためにわざわざ銀河殿をお連れしたのか。銀河殿にもご都合というものがあるというのに。まったくこっちは本当に銀河殿がお気に入りなのだな。何言ってんだ。巨女は店員がいつも銀河に会いたがっているから。こら、そのことは銀河殿には秘密って約束しただろう。でも店員は銀河のことが好きなんだろ。いつも会いたがってるしな。だから連れてきた。それはその気持ちは嬉しいけど、こんな強引なやり方は。店員、男の心をつかむにはまず胃袋をつかめって言葉知ってるか。店員のご飯はうまい。きっと銀河のうちからメロメロになる。そこで告白完璧。またませたことを。これ巨女の兵法、孫子よりもすごいだろ。え、孫子？何のこと？すみません。どうぞ銀河殿。巨女にもはいはい、慌てなくてもたくさんあるから。やったー、いただきまーす。なあ、超うまいよな。お口に合いましたでしょうか。そんなに褒めていただけるとなんだか恥ずかしいです。でも光栄です。ありがとうございます。私はもともと山暮らしでしたから、見栄えのいい料理は作れませんけど、こういうものなら多少は心得があるんです。曹操様の軍に加えていただいたのも、山で虎を追っている最中に花崗豚将軍に見出していただいたからですし。喜んでいただけて何よりです。こんなものでよければいつでもお作りいたしますから。私も銀河殿に召し上がっていただけるなら嬉しいです。おー、なんかいい感じになってきたぞ。いえ、なんでもないんです。そんなことより残りの具材もお鍋に入れちゃいますね。やったー、おかわりだ
ねえコチ、このキノコはどうしたの？それキョチョが取ってきたやつだ。なんかうまそうな感じだったからいろいろ取ってきた。バカ、これは毒キノコだ。あれほどキノコには気をつけろと注意しただろう。これ毒入りか？食べたら死ぬのか？死にはしないが、強力な幻覚作用により現実と妄想の区別がつかなくなる危険なものだ。コチ、銀河殿、このキノコを食べた覚えはありませんか？キョチョはまだキノコ食べてないよ。私もキノコは食べていません。ということはみんな大丈夫ということか。危ないところだった。まったく、お前にはいつもヒヤヒヤさせられる。ただでさえ鍋を食べて汗をかき始めていたというのに、おまけに冷や汗までかかされてしまった。そんなにうまそうなのに毒キノコなのか。超びっくりした。さすがのキョチョも思わず冷や汗かいた。まったく、おかげで服が汗でベトベトだ。気持ち悪いな。銀河殿、しっかりなさってください。銀河殿。銀河、どうした？大丈夫か？ダメって言ってる。天意、銀がダメなのか？もうダメなのか？そんなことはないはずだ。一体どうして？コーチ、さっきの毒キノコ、あれは鍋に入れていないと言ったな。あのキノコは入れてない。キョチョちゃんと覚えてるよ。では一体。まさか。やっぱり。どうした？何か分かったのか？コーチ、これ。キョチョが取ってきたキノコだ。でもさっきの毒キノコとは全然違う。いや、これも毒キノコだ。それも先ほどのと同種の。なんだって？でも色も見た目も全然違う。ああ、さっきの毒キノコとはだいぶ見た目が違う。むしろ食用のものにそっくりだ。だがキノコというものはな、同じ種であっても生育状況などで見た目がまるで別種のように異なるものも少なくないんだ。じゃあ銀河は？
私たちはキノコそのものを全く食べていなかった。だが銀河殿はそのキノコは食べていないとおっしゃっていた。だからおそらく今見つけたこのキノコを別所のキノコと思って食べてしまったんだろう。せっかく料理の腕を褒めていただけたのに、よりにもよって私まで毒キノコに気づけなかったとは。一生の不覚。でもキノコを入れちゃったのはキャツだぞ。テイは悪くないぞ。いや、この中でキノコに詳しいのは私一人にもかかわらず、食用のものと間違えてそのまま鍋に入れてしまうとは。金河殿がいらっしゃったことで浮かれていたのかもしれない。ごめんなテイ。せっかくいい雰囲気だったのにな。でもどうしよなあ、金河のこれ治るのか？それは大丈夫だ。通告もあれば意識を取り戻されるはず。しかし、どうしよう。私料理はうまいんですみたいなことを言っておいて、こんなことになっちゃうなんて。銀河殿に合わせる顔がないよ。胃袋掴んで心を掴むはずが、心をぶっ壊しちゃったな。コーチ、そういう微妙にうまいこと言わないで余計落ち込むから。なあなあテイ、金河のこれどうした？容体が急変でもしたか？そうじゃないけど。何これ、股の間に。なんだこれ、変なの？なんか面白いな。なあテイ、これってなんだ？